こんにちは、魚屋の森です。さあ今日は何の日かなということで、今日は中部国際空港セントレアに来ております。今回はお手紙をいただいたので、ちょっととある県に行きたいと思います。ちょっと読んでみますね。魚屋の森さん、お世話になります。高知県水産業振興課水産物外商室です。東西に大きく広がる高知の海には、日本に存在する4500種の魚のうち半分が存在するとも言われています。今回そんな魅力ある高知のお魚を多くの方に知ってもらうためご連絡を差し上げた次第です。高知では若者が地域で稼げる魅力的な水産業の実現に向けて様々な施策を行っています。その一つとして流通販売の強化をしています。森さんの力を借りて高知の魅力的な生産者の方々を全国に紹介いただき、高知のお魚を多くの方に知っていただきたいです。ということで今回高知県に行ってみます。行ってみよう。めちゃくちゃ星が綺麗。映んないか。すごいな。ということで到着しました。ここ高知県須崎市に参りました。市内からだいたい40分から1時間弱なんですけど、今回お邪魔するのが久石大石組合さんというところにお邪魔したいと思います。で、今日はですね、定置網漁にちょっと密着させていただいて、かなり多くの魚種がいるっていうことなので、そこもちょっと見てみたいなと思います。今日はこちらの船に乗船していきます。乗船する漁師さんは10名ぐらいで、平均年齢が30歳、かなり若いです。前五島列島行った時は75歳以上の漁師さんばっかりだったんですけど、すごいですね。元気な船です。出発ですね。今もう網を船に固定して巻き上げる準備をしていってます。こう4隻で引き上げるというか、こう寄ってって均等に網を上げていくっていう作業です。前の五島列島の動画で結構分かりやすく見せてると思うんですけど、定置網漁っていうと本当に網の中に入った魚を引き上げるっていうのなので、町の漁業って言われていて、お魚を取りすぎないっていう特性があって、昔ながらの漁法なんですけど、今まさにサスティナブルっていうところで見直されている漁法ですね。どんな魚がかかるか楽しみ。すごい近づいた。瞬間が一番ドキドキする。すごい力仕事。これは本当にパワーがいるか、若い力がいるね。タチウオがめっちゃいる。綺麗。すっごいいろんな魚種がいる。マダラトビエイ、水族館にいるやつだ。そうですね。寄せて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 、すごい。生かしてる。船から水揚げしてすぐ選別してその場で締める。めちゃくちゃ手早い。チームプレーだね、これは。今から神経締めするんですね、ここで。すごっ。この処理はすごいね。これが食いし締めってやつか。ブリブリしてますね。食い締めしてる死後硬直がだいぶ遅れるんで。これで今一つ目の網が終わって、こっちはちっちゃい方なんで、もうちょっと大きい方に行くそうです。もう見て、夜明けだよ。めっちゃ綺麗だよ。すごい景色。あっちの方を見て。巻き上げるまでは時間かかるけど、巻き上げてからのスピード感が半端なかったね。鮮やかでした。じゃあ2個目のスポットに来ました。こっちの方が数が上がる可能性があるそうです。
息が合わないとできないからね。すごい力だな。アジ、カツオ、タチウオ、タイ、サバ。あ、ヤガラもいるな。タチ？来た来た、タチウオ来た。シャンシャンシャン。めちゃくちゃタチウオいっぱいいるぞ。重いですね。あのでかいの撮りたいな。行くぞ。よし。やったー。重い。すごい。おお、怖い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 。超立派。狙ってたやつだ。頭からポン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 。よいしょ。すごい。あ、いっぱい取れた。おお、だんだんいい量が取れるようになってきた。さすがですね。さすがですか？はい。頑張ります。わ、いっぱい来たいっぱい来た。大量だ。わ、楽しい。もうすくい放題だなこれ。わ、終わりー。働いたー。ありがとうございます。お疲れ様です。やった。戦場で？わあ、美味しそう。うわー、もちもちだな。すごい美味しそうな身。上手。あぶるぜよ。突然のアブルゼオ。うわー、最高。うわ、美味しそう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 。じゃあいただきます。すごいもっちもち。わあ、贅沢な朝ごはんだな。行くぜよ。もちもち。食べたことないこんな食感。取れたてってこんな味なんだ。炙りも最高。この舌触りのつるっとしたもちっとしたで、炙ると皮目が香ばしくて、このみずみずしさとギャップ。じゃあほな一緒に食べるぜよ。食べるぜよ。いただくぜよ。いただくぜよ。うまい。来ましたね。ちょっと半分入れます。欲しい。俺を。やった。ありがとうぜよ。半分いきます。楽しみにな。飯がうまいぜよ。もうさっきからゼオしか言ってないな。合ってるんですかこの土佐弁は？合ってますか？けどほぼ使わない。坂本龍馬に見えてきました。最高の朝ごはんです。ぜよ。これ食べたらもう帰れになるで、県外で。どうしよう。店長さんの反ってる身がすごい。サバの刺身って食べないけどね、すごいよね。いや、なんだこれ。この透明とこのプリプリ感、生きてるの？いただいてみます。取れたてサバ。うわ、これやばいですね。サバ。サバがもちもちっていう食感って初めて食べたかも。味は確かに知ってるサバなんだけど、うわー、美味しい。香りがすっごい。もう食べれないかも、他のサバ。おにぎりもう飛んでこないですか？あ、飛んでくるんだ。サボったいない。わー、
言ったら出てくるんだ。ここすごいすごいお店みたい。ありがとうございます。これサバとこれ最高だよ。これ大丈夫ですか？船長さんの朝ごはん私奪ってませんか？大丈夫ですか？お味噌汁まるでって言ってました。あー美味しい。もう帰りたくない。社長すまん。ずっと神経締めしてるんですけど、全部やるんですか？そう、すべてやります。すごいですね。いやいやいや。もともとその神経締めはされてなかったって聞いてたんですけど、なんかきっかけはあったんですか？きっかけはもともと自分が10年前ここに佐木市に帰ってきて、で父に誘われてこの仕事を始めたのがきっかけなんですけど、やっぱいろんな水産業の課題、魚取れになってるとか、でもみんなに食べてもらいたいとかっていう中で、じゃあ販売事業を立ち上げて自分らで売ってみようかみたいな話で、もう直接。そう直接。すごくいい動きですね、それは。そうです。でも全くその当時売れなくて、もう年間300万点、それぐらいだったんです。頑張っても、でも8年9年ぐらい前に神経締めのやり方があるっていうので、これをきっかけに何かしようと思って始めたら、すごくうまくいったっていう。結局はきちんとこの水産業が儲かるものにしていかないと続かないと思ったから、何か付加価値付けようって思った時に始めたのが神経締め。そうです。でもなんかその直売とかっていう動きもあんまり地域によっては受け入れられないとこもあったりするじゃないですか。でも結局儲かる水産業っていうのをやっていくにあたって、生産者の方がちゃんと一気通貫でやっていくっていうのって絶対一個フックにはなってくると思うので、本当に素晴らしいですね。その高知県っていうところで魚がたくさんある。みんなやっぱ気持ちとしては危機感もあると思うんですよ。何かしないといけないっていう。特にやっぱ生産側はすぐ感じてて、だけどさっき森さんおっしゃるように、いろんな地域で漁業というか市場の中で、例えばそれやるにしたらすごくいじめられたりとかある。だけど最終的にはやらないといけなくなるのは生産者なので、そうですね。だからそこは勇気いることだし、だけどやることにはすごく未来にはつながるなとは思ってます。私たち魚屋っていう仕事が成り立つのも本当生産者の方々のおかげなので、これを本当に継続してもらいたいっていうところでは応援したいなと思って今日お邪魔しました。ありがとうございます。むしろそういう森さんみたいな気持ちを持たれている方が一人でも多く増えれば増えるほど生産にとってもいいことですし、生産側も何かこういう動画をきっかけになって何か始める、これがすごく大事なことだと思ってます。そうですね。でもこのクイさんって YouTube とか SNS すっごい頑張ってますね、自分たちで。そうですね。もうできる限り本当大人気なんですよ。インスタとかもすごいフォロワー数ですよね。2万人ぐらいいて、 YouTube も本当に3万近くの登録者の方がいて、ショートメインなんですけどすっごい面白いんですよ。今日見た魚とかも面白い魚が上がるとどんどん動画に上げてらっしゃるので、その現場のリアルが見えて面白いコンテンツだなと思って、よかったら概要欄載せとくので見てくださいね。ぜひぜひ。こういうきっかけもなんか変えようっていうところから始まったんですよね。そうです。やっぱ挑戦してトライアンドエラーを繰り返していくことがまたなんか今やっている仕事にもつながると思いますので、そうか。クイさん場合はそうやって新しい取り組みをいろいろされてきたから、若い方もついてくるようなメンバーが増えていったっていうところもあるでしょうし、こういう生産者の方が増えるとね、未来につながっていくので、ぜひこれからもよろしくお願いします。頑張ってください。またいろいろ教えてください。とんでもないです。いや、今日は本当にいただきありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。四万と足摺り、柏島っていう高知県西部でよく来れてます。すごい量じゃないですか。少ないって言ってたけどめちゃくちゃ少ないですか？普段この3、4割そうですか。で、それこそもう一個の定置網、それがある時はここ踏みがなくなります。そっかそっか。もうじゃあここ一面にバーって並ぶんですね。そうです。今日はねまだないんですけど、カツオを釣ってくる生産者さんも、一本釣りの。そうです。この場合は
箱がドーンと並んで、大きいのだと8キロとか。船の中で見てると分かんないけど、こんなに取れてたんだね。どうですか今日の魚は？ダメですね。ダメですか？量が量も少ない。種類がダメ？すごい十分多く見えるけどダメなんだな。わあわあすごい。1.6 キロありましたか？すごい。いい値段つくんじゃないかな。こっち側の手前にいるのが魚価が高い魚が並んでどんどんこうなっていくんだって。だから見て、トップにいます。トップ期待ですよ。始まるよ始まるよ。競りが始まるよ。組合なんです。活気があるな。本当事業者多いね。沢田さんの競りのなんか姿が面白いみたいだよ。いい値段ついたね。下げ競りって言って一番最初に高い値段を言ってどんどん値段を下げていくって競り人の人が、その値段で買うよっていう人が手上がったらそこの値段で決まるっていう。なので普通の競りって上げ競りって言っていくらから始まってもっと高い値段高い値段っていくんだけど、そういうのが真逆。それが下げ競りってやり方です。続きまして南丸さんに来ました。到着しました。生けすがいっぱいある。高知県はね結構養殖業も盛んで、カンパチの養殖は高知が一番最初だったって言われてます。今日はカンパチとマダイの養殖見せてもらおうと思います。あーすごーい。あ、サバ？なんかもう普通に美味しそうだな。リトンも食べるんだ。あ、出た。そんなに暴れなくても大丈夫だよみんな。すごい食いつき。すごいいいサイズ。めっちゃ美味しそう。この中に2,000-3,000匹のカンパチがいるんだって。でもいっぱいあるからもうここだけで何万っていうのがいるんだね。すごい。この1個の生けすで 1.5 トンぐらいの餌を1日食べる。これ2年でこんくらいって言ってた。そうです。生餌だけで育つ。餌も種類は変わるけど、すごいね。マグロとかもやっぱり餌でだいぶ品質変わりますからね。カンパチもそうなんだ。生餌 100% ってのはすごいな。めちゃくちゃコスト手間かけてる。生餌ってのがすごいね。こだわりだね。マダイの養殖場すごいね。結構漁場が近いもんね、カンパチと。それ珍しいんだって。やっぱりこう潮の流れがすごいこの辺りは良くて循環するからカンパチもマダイも養殖ができるって言ってました。おーすごい。今年の3月だから7ヶ月ぐらいですね。こんな立派なサイズになるんだ。でもカンパチより滑らかな食べ方ですね。赤ちゃんだからかな。かわいい。300キロだって。ここだけでめっちゃ大変だ。わあ大きい。こっちが稚魚でこっちがお父さんお母さん。これ以上のサイズもあるんですか？これの倍ぐらい。それがもう大人になった子たちにあげるんだ。綺麗な色ですね。日差しの強い時なんかはこのシートを全部貼って日よけを塞ぐ。焼けちゃうから。そう焼けるとどうなるかというと黒くなる。なるほど。そんなケアまでされるんだ。 UV ケア。大きくなるにつれて出ていく。生けすも分けて居心地がいいようにしてあげるんですね。へえ、優しいな。何海援隊って？ブランドですよ。はい。もうブランド品。へえ。基準なんでしたっけ？まあ一応は見た目が違うんですか？全然。ヒレとかの欠損があってもダメだし、鱗の欠損があってもダメ。かなりの基準を合格したのが海援隊として。タイのサラブレッド本当そうですね。本当に多分食べたらすぐ分かる。へえ。食べたらすぐ分かる。海援隊。うわめっちゃ綺麗。膨らみ、そうですね。膨らみあるね。色がすごい綺麗。もうだから色細かいですよ。確かに貴重のカンパチです。あ、極みカンパチ。大きい。このカンパチは綺麗なんですよ。他の
なんかスタイリッシュですね。そう綺麗なあ、綺麗ですね。この色合いがすごいねなのよ。何ですかこれ、すごっ。すっごー。よし、ではお魚さんに感謝をしていただきます。はいいただきますありがとうございます。先にじゃあ淡白なやつからいってみようかな。じゃあもうもうどうしよう、可愛い猫がもらいに来た。思っただけで身がぎっしりしてるもんね。うまいですね。このタイのなんか変な臭みないですね。美味しい。昔よく養殖臭いとかっていうことよく言われてたんですよ。タイとカンパチはそれね、分かりやすいですかね。今はそんなのはないですよね。へえ、高知県のみょうが。ラブリー。やっぱり皮美味しい。タイはね。これ贅沢。わら焼き。うまい。誰に言ってるんですか。めっちゃ美味しいこれ。美味しい。カンパチのわら焼き。カンパチはちなみにこれ1日置いてるんですよ。あ、じゃないと実はねカンパチって釣りたてとか硬いな身が。ゴムみたいな感じで旨味があんまり出ないんで、確かに確かに。ラップでくるんで2、3日置いてから食べ最高ですね。めっちゃ美味しいカンパチ。これだ。これです。みんなで食べましょうよ。すごい量ですから。ぜひ。もう今日は早朝から高知県の漁2つですね、定置網漁と養殖業を見させていただいたんですけど、やっぱり印象的だったのが人が魅力的で、あと新しい漁業の形というか未来につなげていくっていう思いを持ってやられてる方が非常に多かったので、高知の水産業これからの未来明るいなと思いました。ということで高知県須崎市に行ってまいりました。本当にたくさんの魚種、そしてたくさんの漁師さんたち魅力的でした。ありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございます。バイバイ。